サゴハチ漬けの床を作ろうと思います。まず、米3カップを洗って普通に炊き上げました。これが今出来上がったところです。で、これをまずボウルに取ります。今年の新米ができて、古米がたくさん余りましたので、それを利用することにしました。ボウルに移しましたら、よくほぐします。そして、これに、一肌程度のぬるま湯を入れて、この中に入れて、お米をちょっとサラサラにします。これをちょっと60度程度になるまで、冷ましておきます。先ほどお湯をひたひたになるほどに入れて、冷ましておきました。10分もかかる5、6分程度で指を入れてちょっと熱いぐらいになってます。で、この中に、米麹をですね、2カップとちょっと少し多めに、2カップ強あります。これを混ぜていきます。60度以上に、熱いと麹菌が死んでしまいますので、必ず60度以下に、冷ましてください。で、麹菌を何回かに分けながら混ぜ込んでいきます。混ざりましたら、上の方を少し平らにして、これに、ラップをかけます。しっかりとラップをかけます。ラップをかけましたら、ちょっと大きめのバスタオルでくるみます。こうして、一晩寝かせます。暖かい時期だったら外に出しとってもいいですけど、今ちょっと寒いのでホットカーペットの上で、保温しようと思います。一晩寝かせて、麹が香っています。今開けました。まだほの暖かいです。開けてすぐですね、塩をまず少し、カップ4分の3あります。150ミリっていうか、この塩を少しずつ加えて混ぜます。塩を全部入れ込みました。で、よく混ぜ込みます。で、混ぜ込みましたら、蓋付きの容器に、移します。っていうのが、最終的には冷蔵庫の中で、保管しますので、その時にその蓋のまんま冷蔵庫に入るくらいの容器にします。だから量はこれ多いですけども、普通では
お米の量を少なくして連帯量を少なくすればいいと思いますが、これで量は今日作った半分にすればいいですね。 1.5 だったら半分にすればいいですけど、容器に移し替えました。これで、蓋をして、冷暗所の方に2週間ほど置きます。でその後で、あとは時々かき混ぜながら2週間ほど置いて、そして味が馴染んできたら今度は冷蔵庫の中で保管します。利用方法はいろいろで、必要に応じて少量ずつ袋に取ったりして野菜をつけたりから魚を漬け込んだり、その時の料理によってはこれはもう床ですからお砂糖を加えたり、お味噌を加えたりしながら料理に使っていきます。